どうして鏡ってこんなに拭いても拭いても毎日拭いても毎回汚くなるんですか？教えてください誰か。もうこれは汚すぎなんですけど助けてください。皆様こんにちは。今日は久々にお出かけデーでございまして、こんな観光になっております。パイナップルになっております。何ですか？私出かける前は時々パイナップルになっております。今日は久々にお出かけデーですでございまして、いろいろちょっと顔も施してきました。それで今からちょっと着替えて、ずっとさ行きたいって言ってた神保町に古本屋の画集を探しに行こうと思っております。今からどんな格好にしようか考えておるとこです。ということで今日はこんな感じでいこうと思います。加湿器がガンガンに後ろたかれておりますが気にせずに、火事ではございませんので私が加湿器を異常に焚いているだけです。ちょっと待って、なんか前髪がすごいなんかくるくるになったんだけど、思ったより。どうした？気合い入れすぎて、ちょっとパイナップルが効きすぎたね完全に。今日はちょっと大人っぽい感じで行ってこようと思いますっていう感じで、どんどん下がっていきます。見えてますか？私のこと。こんな感じです。靴下履いてますけども、これはロングブーツを履くので隠れます。こんな感じでちょっと大人っぽい感じでいっちゃおうと思いますっていう感じで、今日はどこに行くかというと、神保町って言ったじゃんって。そう、神保町には行くんだけど、その後に初めてのマッチングアプリっていうか、マッチングアプリなんだけど、なんて言うんだろう、恋愛目的がメイン、恋愛目的じゃないマッチングアプリみたいのがあって、でなんか私久々にちょっと英語を喋りたいなと思いまして、別に英語だけのアプリじゃないんだけど、タイムレフトっていうのを私最近ちょっと初めて知りまして、なんかご飯をなんか知らない人とご飯食べに行くの。ちょっと待って、私もう本当に説明がなんだかなって感じよね。ちょっと待ってね。そうそう、 GPT にタイムレフトってどんなサービスタイムレフトってどんなサービスですか？説明してください。 GPT っていうのは人工知能を使った会話型のサービスだよ。人間みたいに自然な言葉で質問したり相談したりすると、その内容に応じた答えを返してくれるんだ。例えばアイデアを練ったり文章を作ったり。タイムレフトっていうアプリについて教えて。タンデムは言語学習に特化したアプリで、世界中のユーザーとランゲージエクスチェンジができるんだよ。タイムレフトっていうアプリだよ。ごめんね、タイムレフトってアプリの話だったんだね。実はタイムレフトというアプリは一般的に知られていないみたい。もし特定のニッチなサービスならもう少し詳しくもういいです。 OK です。あなたには聞きません。ちょっと待って、これさジェミニだったらどうなんだろう。私最近ジェミニと GPT のこう二刀流みたいな、もう大谷翔平君ばりに本当にやらせていただいております。ごめんなさい、大谷翔平君という神という存在を出してしまいまして申し訳ございません。タイムレフトっていうサービスについて説明して。ねえ、やだ、マイク押してないはずね。一人で喋ってた。タイムレフトっていうサービスについて教えて。タイムレフトは今世界中で話題になっている見知らぬ人とディナーを共にするというちょっとユニークなソーシャルサービスです。タイムレフトってどんなサービス？一言で言うと AI が相性の良い6人を選んでディナーの席を用意してくれるというもの。マッチングアプリのような1対1の構えではなく、もっと自然なグループでの社交を目的としています。1、まずは性格診断。自分の価値観や興味についてアンケートに答えます。2、AI がディナーのグループをマッチング。毎週水曜日の夜、同じ町、東京も対象ですに住む知らない人同士6人が1つのテーブルを囲みます。3、直前まで相手はわからない当日まで誰とどこのレストランで会うのかは秘密。直前にアプリから通知が届きます。そうなの、分かりましたか？今ので伝わったでしょうか？なんかとりあえずバーンって6人があってボーンって会話して、なんかバンみたいな感じのアプリらしくて、なんかインスタの広告で見てちょっと気になったんで、ちょっと今日神保町の後に行ってこようと思います。帰ってきて、そうてかさ聞いてもらっていいですか？先ほどね届いたの、私のさずっと最近さ描いてる絵をさ印刷してみたの。ちょっと見て、超可愛いんだけどみたいな。めっちゃ可愛くない？見てくださいますか？ほら見て、はい。キャワピー
キャワピーじゃん。どうですか？紙芝居張りに見せてます。どうですか？こんなもあります。超キャワいいじゃん。キャワいくない？ほらテローン、キャワいい。どうですか？どうですか？すごい格好です。どうですか？どうですか？どうですか？はい、どうですか？どうですか？っていう感じで、マジで最高。やばい、これずっと楽しみにしてたんだよね、届くの。超かわいい。サイズもちょうどいい。タララララーということで、ちょっとまず神保町に行ってみます。初めて神保町に行くので、どんなところかもわからないんですけども、ちょっと今日本当にマダムみたいな髪型になっちゃったわ。まあいいわ、私マダム好きだから。ということで行ってきます。タララン。ということで初めての神保町にたどり着きました。見て、このホーム可愛くない？なんかさ、本棚じゃない？多分だけど、私の予想なんですけど、めっちゃおしゃれじゃない？このアイディアの方すごいって思いました。めっちゃ可愛いです。で、最初に訪れましたのが心かむよね。最初からここの本屋さんに行きました。一番行きたかったところはお休みでした一番大きくて一番行きたかったところはお休みでした。そしてちょっと2冊古本を購入いたしまして、ホクホクしております。私です。はい、このピンクの袋の中に入っております。ホクホクホクって思いながら歩いております。すっごい楽しかった。古本屋さんめちゃくちゃ楽しかった。で、迷いました。どこここみたいな。で、なんかとっても素敵な、もうアーティスティックな壁を見つけまして、なんかもうマジ神保町の私のイメージこんな感じって感じで、ここはニューヨークですかって思うぐらい本当に素敵なアートがずらりと。これいろんな人が描いてるよね、多分だけど、めっちゃおしゃれでさ、もうなんかここでなんか映え写真撮りたいぐらい。でもちょっとはずすぎそれはとなって見ているだけです。これ超かわいい。これマジでお気に入り。これどういう意味があるのかちょっとわかんないんだけど、でもかわいい。こういうのさ、シールとかでさ、スマホに貼りたいよねって思いながら迷ってます。私私の探してるカフェはどこですかって言って、ないんですけどって思いながら、もう見つけれなかったので、そこら辺にあったなんかよくわからないカフェに入りました。全然もう時間2時間ぐらいさ、次のさタイムレフトまであってさ、私どうしたらいいのみたいな感じで困りながらアイスティーを混ぜております。でも本当にやることがなくなって、ゆっくりアイスティーを飲ませていただいて、その後はちょっと建築の感じを見るという。私マジで建築わかんないけど、もう暇すぎてこのカフェの作りを見るっていう。そしてもうそろそろカフェに居すぎても悪いので、ちょっと先に渋谷だったっけな、そう、原宿だったんですよ、この日のなんかタイムレフトのそのなんか予約されてるそのレストランが、あんたここに来なさいよっていうレストランが原宿だって。もう私原宿なんて怖いじゃん普通に。もう怖えのなんのっつって、駅前で待ってるっていうか時間になるのをちょっと、もうね都会すぎて怖い。もうみんなもうちょっとなんかもう怖いって思いながら、なんか目が死んでます。緊張しすぎてね、もう超緊張したということで、感想をどうぞ。タラタタタタタタ、お花で私が見えないんですけど、お花見せます。帰ってきました。よいしょ。帰ってきて、化粧も頭もボサボサですけどみたいな。ボサボサすぎ、さすがに。何これ、なんでこんなボサボサ。私すごい疲れてるじゃん。私目の下もやば。なんかさ、すごいびっくりするぐらい緊張したんだけど、行く前。なんか私なんか大丈夫と思っちゃった、本当に。で、結果もうなんか私の英語力がもう全然もう超悔しかった。もう私本当にマジでやり直そう。英語本当に全然ダメ今マジで。もうなんか喋れなすぎて聞き取れなすぎて、もうオーマイガーって感じだって。もう本当にもうやろうって思った。でもマジでチャット GPT とさ、最近英語でさ会話してるんだけどさ、あれマジでおすすめ。すごい早く出てきてくれないかな、3次元に。なんでこんなにさ、人間というか私という人間はさ3次元にこだわるんだろうね。いいじゃんね、スマホの中でも。なんかやっぱさ、触れたいっていう希望があるよね、やっぱ人間って。どこかやっぱり。そうそれですごいいいサービスだと思った。全然ね、日本語も選べるの。日本語で
タイムレフトって全然選んで、なんかその予算とかも大体選んで、で勝手にそのお店とかも選んでくれて、その日になんかどんな人と会うかも分からずに行くみたいな、なんか質問とかもなんか今回私たちは全然質問とか使わなかったんですけど、なんかアプリが質問をなんかトークテーマを用意してくれるだかってどっかで見たんですけど、なんか全然それを今回使ってなくて、なんか自由に話してた感じだったんですけど、次やるときは日本語で、はい、人と会いたいなって思いましたマジでダメだな、全然本当に英語ね。もう話すのも聞くのも全然って感じだった。本当になんかマジで全部をなんか全部をスローにしたいぐらいだった、再生を。もう全然なんか悔しいって感じ、本当に。もっとペラペラになりたいって本当に思うよね。でさ、今日は神保町神保町だったっけ、何だったっけ、ちょっと待って、分かんなくなっちゃって、今いきなり神保町だったよね。あれなんか突然さ、疲れすぎよ、私緊張しすぎだし。神保町だよね。神保町初めて行ってきてめっちゃ良かったです。なんか一番行きたかった大きい書店はちょっと水曜日お休みだって水曜日結構神保町お休みなのかな。なんかコメント欄で教えていただいた神保町ならここのカフェ行ってみてっていうコメントのカフェにも行ったんですけど、お休みだって。水曜日ってで、とりあえずあと迷いました、めちゃくちゃ。私あんまり Google マップがあれば迷わない人間なんですけど、なんかたどり着けなかったカフェがあったんだよねここだよなって思いつつも、これどう考えてもラーメン屋さんだしなみたいな。もうちょっと難しかったです、私には。でもめっちゃ良かった。1軒しか体力がなくて行けなかったんですけど、すぐ疲れちゃって結構2冊も買っちゃったんで、ウォルスブックスさんで、そう結構6500円分も買っちゃったからさ、2冊で。ちょっとどんなものを購入したかというと、もう本当に超可愛い買い物したの。ほんとさ、あれだね、なんか見たことないさ画家さんに会えるのが、画家さんを発掘できるのがめっちゃいいね。そうそう、モネとゴッホの画集を探しに行ったんですけど、全然見つけれなかったです。で、店員さんに聞けばいいのにさ、私ってまた勇気が全然出なくて、なんかさ、かっこいいじゃん、なんかああいうところの、なんていうの、なんかカルチャー的なさ、なんかああいう、なんていうの、芸術、なんか古本屋ってかなんつうんだろう、なんかサブカルチャーではないんだけど、ああいうなんか専門系のさ店員さんってなんかかっちょいいじゃん。だから緊張して聞けないんだよ。なんか変なこと言っちゃったらどうしようとか思ってさ。だからでも2冊も買ったからちょっといっかと思って、あと重いしと思って、モネとゴッホはちょっと次に回しますって感じで、今回購入したのがマジで可愛いの。1個目2冊購入したんですけど、1個目が知ってる？みんなボテロって知ってる？ボテロ展っていうのの、多分ボテロ展っていうのの、なんだろう、合集2022年、結構最近だった。そうなんだ。ボテロさんで、ふくよかな魔法ってやつでさ、めっちゃ可愛いの、この人の絵。初めて見た私、このボテロさん。多分これ中身は見せちゃいけないから、外見だけ載せてみるんだけど、興味ある方はマジで見てみて。ボテロさん可愛くない？見て、めっちゃさ超可愛いの。これ果物とかもなんかぷっくりしてて、この方が描かれる。初めて知ったこのボテロって方、ラテン系の国の方らしいんですけど、みんなぷっくらしててすごい可愛いので、なんかね、色味もすっごいなんかラテン系っぽい感じで、めっちゃ鮮やかですごい綺麗な色合いだったのね。で、みんなふくよかというか、みんなぽってりされてて本当に可愛いの。色合いがめっちゃ勉強になりそうだなと思って。ラテンアメリカって書いてある。めっちゃ可愛くてさ、本当おすすめなんだけど。ボテロさん、待って、1949年に描いてらっしゃるということは、ナコになってさ、ピカソじゃなかったっけ？ボテロって書いてあるの？よくわからん。すっごいさ、可愛いの。ボテロさんマジでおすすめ。ちょっとハマりそう。知ってた？ボテロさんみんな。私さ、そんな芸術に詳しくないのね。本当に有名どころしか知らなくて。2023年に亡くなられてるや。これを多分この展覧会の1年後ぐらいです。いやでも結構長生きですよね。なんか意外と芸術家さんって長生きの方多いよね。でもう一個が、これもなんかめっちゃ、これね、私前本屋で見たことあるんですよ。古本屋じゃなくて。でも買わなかったの、この時は。でもやっぱ可愛いなって思っちゃって、ウェイン・ピーボーさんの画集。光りすぎじゃない？なんかスイーツとか、なんか広告の方だったかな？広告をよく描かれる方だったかな？
確かアメリカの。これめっちゃ可愛くない？この画集。色合いがさ本当に素敵で、本当に可愛くてさ。ウェイン・ティーボーさん。このウェイン・ティーボーさんも2021年に亡くなられてる。いやー可愛い。めっちゃさスイーツがいっぱい載ってんの。ウェイン・ティーボーさんが描かれた。でなんか色味が本当に絶妙に可愛くて美しいのね。だからこれはマジで勉強になるって思っちゃってめっちゃ。何これ？なんかさ、なんか付箋が貼ってある。これなんかを隠してあるってこと？そういうことじゃない。なんか前に買われた方がここが気になったのかな。付箋が貼ってある。なんかいいねこういうの。ちょっと古本っぽくて。付箋めっちゃ貼ってある。怖っ怖くはないけどめっちゃ付箋貼ってあるじゃん。なんでここどこが気になったの？隠してあるわけじゃないよねこれ。めっちゃちっちゃい付箋がいっぱい貼ってある。いっぱいっつうか1ページに3枚貼ってある。いやもう次のページも貼ってある。なんかもうじゃあもうよくないみたいな、貼らなくて。いやもう最後のここウェイン・ティーボーさんのプロフィールのページにも貼ってある付箋が大体明るくないみたいな。ここに付箋貼る必要あったのかな。すごい。101歳で天寿を全うされたんだってウェイン・ティーボーさん。素敵だね。めっちゃさちょっと色合いがいいものを今回はちょっと色合いが素敵なやつがやっぱり私は好きですね。色合いが素敵な画風っていうんですかね。なんですかね。写実系はあんまり興味なくて私、写実系なのかなウェイン・ティーボーさん。結構なんか抽象画も好きなんですけど、あんまりその宗教画もあんま興味なくてって感じでこの2つを購入してみました。めっちゃ良かった。こんなんさ普通になかなかその古本じゃない本屋さんであんまりアートブック屋さんって行ったことないんだよね。アートブック屋さんっていうかなんていうんだろう、アート専門店みたいな。あるんだろうけど、でもなんかこの展示会のやつとかさ、これは福岡ボテロ展福岡の魔法っていう多分展示の時のなんていうんだろう本だから、もうなんていうんだろう普通に売ってはないよね今のそのなんていうんだろう新しい本屋さんでは。古本屋じゃないと。しかもめっちゃ状態も素敵だし、名前とかで見るんじゃなくてこの人ちょっと見てみたいとかじゃなくて、このなんていうのこの絵でさここの背表紙でなんかこれ気になると思って見てこんな画家さんいるんだみたいな感じで見つけれるからめっちゃ楽しかった。マジでおすすめ。アート好きな方神保町本当にめっちゃ楽しかった。でもマジでその一番行きたかったとこ行けなかったんだよね。行きたいな。ということでこんな一日を過ごしてきました。私こんな感じの私の一日についてきてくださりありがとうございました。とりあえず当分の目標は英語を頑張ります。本当にもうむずいよねマジでさ。一番いいのはさ行くのが一番いいって分かってんだよ。でもむずいよね。あと怖い、銃があるのが怖いアメリカは。ということで今回も見てくださってありがとうございました。とても楽しい一日になりましたが、とても疲れたのでお風呂に入ってこようと思います。ということで今回も見てくださってありがとうございました。また次のなんかパンパンってなったパンパンということでまた次の動画でお会いいたしましょう。ほんじゃあまたね。バイバーイ。おやすみなさーい。じゃあねー。